皆さんこんにちは。私のチャンネルにようこそ。今日は一緒に、テラリウムを作っていきたいと思います。この大きいね、日本語でなんて言うんですかね、瓶、ジャー、英語ではジャーって言うんですけど、があって、昔一回、数年前に一回ニュースで、なんかおじいさん、どっかの海外のおじいさんが、密封のテラリウムで、なんか何十年もね、植物が育ったっていうなんかニュースを見て、自分もやってみようと思ってこれを昔購入して一回やってみたんですけど、あんまりちょっと調べてやってなかったんで、すぐにね、すぐにってわけじゃないです。多分数週間で全部枯れちゃったんで、そっからもずっとなんかお菓子入れたりクッキー入れたりしてたんですけど、今ちょっと、ファンってシダ科ですか？シダ科の植物であんまり元気ない子がいるんで、その子をちょっと一回テラリウムに入れて育ててみたいと思います。じゃ変な言い方になった。あと、コテージでね取ったこの苔も可愛かったんで一緒に入れれればと思いました。なんで今回は密封のテラリウムを作るんで、蓋付きの、ボトルジャーっていうのを用意します。結構ね大きいんですよね。でもここにピーナッツ見えますかね、ピーナッツ5塩ピーナッツっていうんですかね。本当はピーナッツ入れるボトルやったんですかね。これを使います。これに必要なのが石、石、どんなんでもいいみたいです。何しか石が必要です。でもっと色ついて可愛いのを探せればよかったんですけど、このグレーの石しかちょっといったダララムにはなかったです。あとは、チャーコール、アクティベーテッドチャーコール、これは炭っていうんですかね、日本語では。水をフィルターするためのものです。私が調べた YouTuber さん、またリンク下にコメントにでも入れとくんですけど、曰く、これを下に引いて、でその上に、炭を引くことで水が、フィルターされて、きれいな水がそのまま蒸発していくっていうこのサイクルを、水を蒸発させるサイクルを作るためなんですけど、この炭を入れると水がフィルターされてきれいな水を蒸発するんで必要みたいです。で長く使うんだったらですよね。で、この炭は私はペットショップの魚コーナーに売ってる、炭っていうかアクティベーテッドチャーコールっていうのを買いました。でそれについてるこのメッシュも一緒に使いたかったんで、それを広げて、ちょっとねすごい細かい作業だったんですけど、それを広げてこの形とちょっと合うように切って使います。でこの元気ない子ね、ブルースター、もっとふさふさやったんですけど、だんだん枯れたっていうか、クリスピーな感じになってきてなくなっていくって感じなんで、この子を入れたいと思います。あとはバレンタインファンですね。この子も、新しくね生えてる葉っぱもあるんですけど、この辺全部ちょっとポテトチップみたいにカリカリになってしまったんで、ちょっとその子を切ってその後に一緒に植えたいと思います。あとはデコレーションとかね、もっと買えばよかったんですけど、ちょっと考えてなかったんで、別荘のそのお姉さんの湖で拾った石、ね、すごい綺麗ですよね。なんかの石って言ってました。そんなに価値はないんですけど、綺麗なんで、これ2つと、あと子供の部屋で見つけたペンギンとオットセイっていうんですかねなんかテラリウムにペンギンとオットセイって感じですけど、これしかなかったんで可愛いんで子供喜ぶかなと思ってこれも入れたいと思います。では始めましょう。そうね、長男がね先週から、カナダでは JK っていうんですけど、ジュニアキンダーガーデンっていう
年少さんより1年早いかな。日本よりは多分1年早いんだと思うんですね。今年4歳になる子から、学校が始まるんですけど、うちは11月生まれなんでまだね3歳なんですけど、今年に4歳になるっていう子どもたちが JK に入れるんで、先週から学校始まってるんですけどめっちゃギャン泣きで毎日行きたくないって言うんですよね。ちょっとこう下にね見えるようにしましょう。毎日もう行きたくない。行ったらすごい楽しむんですけど、学校に行くまでが毎朝もうなんか泣いてどうやって連れて行こうって感じで、いつも騙しながらアイスクリーム買いに行こうとか、お父さん迎えに行こうとか、いろんな嘘ついてね連れてってるんですけど、道がね違う道通ってるって分かった瞬間に行きたくないって言ってまたね泣くんですけど2週目今週月曜なんですけど、またね同じね慣れてくれるかなと思ったんですけど、やっぱり行きたくないってギャン泣きして結局朝じゃあ買い物にスーパーに行こうって言ってまた騙して連れて行きましたね。こんな騙しながら学校連れて行くっていいかなって思いながらでも2人いるんでね、1人やったらもう泣きじゃくってもね抱っこして無理やりできるんですけど、もう1人いるんでちょっとねリュックとか全部抱えながら行けるのがちょっと難しいんで、ね、早く慣れてくれたらいいんですけど、これは水がここに下に溜まるみたいなんですけど、その水を溜める石なんですけど、なんか砂はあんまり良くないらしい。石の方が、水の蒸発の効率がいいみたいなんで、砂よりは石を入れてください。どれくらいかな。石は入れとこうかな。全部入れちゃいます。こんな感じに広げてあげて、いいね。何してんの？でこのメッシュをその上に、乗っけます。これで炭と砂じゃないわ、土がちょっと切りますね。砂と土が下に落ちないように、ちょっと長いんでここ切ります。メッシュは別にメッシュじゃなくていいと思うんですけど、何しか腐らないものっていうんですかを使ってあげた方がいいってその方も言ってました。なんでいいかな。白やからちょっとね目立つかな。あんま分からんようにね。はい。はい。でその上にこれね敷き詰めていきます。ね、枯らしたくないんでちゃんとねもっと入れようかな。2袋開けたんですけど、なんかもっと入れてあげた方がいいような気がする。ちょっとこぼれた。ちょっとくらいやったらいいか、ね、もうちょっと入れます。せっかくなのでもう全部使っちゃおう。Peanuts, what are you doing? Are you helping? そう、ミシンピーナッツ。あれ、もう一袋あったと思う。全部使った。はい、これ全部敷き詰めて。はい、で、ここから砂じゃない、なんで砂って土を入れていきます。石と同じくらいの深さにしてあげるのがベストって書いてたんで、砂じゃない土に同じくらいの、もっといい作らないと。
Heavy. What's heavy? What are you doing, Les? Heavy. これに先にこの子を植えたいと思います。ちょっとね、枯れてるところは腐っちゃうんで切ってあげましょう。かなり切っちゃったんですけど、こんだけ残ったんで、真ん中ブルガーもこの子も入れます。この子は多分乗っけるだけでいいんですかね。こんな感じでもっと持ってくればよかった気がします。少ないかな、ね、これで育ってくれたらいいんですけど、ちょこんって置いてあげたらね、伸びていくのかな。横にメッシュが綺麗じゃないんで押し込みます。メッシュがちょっとだけね、メッシュをメッシュが見えるとあんま可愛くなかったんで、ちょっと押し込みました。こんな感じかな。こういうのあんまセンスがそんなにないんで、どこにどう置いたらいいんですかね。こっちにも1個2個、ここにも1個あるんで、この子も一緒に感じで置いてあげようかな。で、ペンギンちゃんね、どうしたらいいですかね。ここにでも置いてあげますか。こんな感じ。ペンギンともう完全になんかもうテーマがようわからんテーマになりましたけど、まあでも子供が見て喜びそうなんでいいや。一瞬虫かと思った。アザラシ、こうオットセイかアザラシか分からんけど虫かと思ってしまった。こんな感じでできたんで、水をこんな感じに、結構ね、いっぱいシュッシュかけてあげてください。多分コップ1杯くらい水入れてもいいかもしれないですね。でもさっきちょっとこのビデの前に水を入れたんで、私はこれで大丈夫だと思います。ちょっと見せたいんで、窓は拭いてあげ、窓っていうかガラス部分を拭きますね、見えるように。こんな感じで、水あげた後に蓋を閉めるんですけど、もし朝と夕方に、このガラスのボトルが結露するのはいいんですけど、一日中結露してる場合は、蓋を開けて、このガラスをボトル内側を拭いてあげるか、蓋をちょっと開けて、この結露がなくなるまでちょっと換気する形で様子を見てあげてください。結露1日してるってことは水がこの中にありすぎってことなんで、放置すると多分ね腐っていくんだと思うんで、蓋をします。よいしょ、硬い。見えますかね。ね、ちょっとテーマがペンギンとオットセイのテーマがちょっと微妙かもなんですけどこんな感じで密
プのテラリウムができました。置くところは、朝とかの直射日光が当たるとこだったら、ね、数時間当たるとこなら別にいいんですけど、一日中ね数時間太陽が当たるくらいで、明るい場所ですね。日陰、半日以上は日陰になる明るい場所に置いといてあげればいいと思います。見えますかね。ちょっと反射して見にくいかな、ね、なので皆さんも試してみてください。今日はありがとうございます。見ていただいて見ていただいてありがとうございます。じゃあバイバーイ。